平ら技と比べて当たりが多彩で、その中の微妙な当たりを取っていく楽しさがキャスティングまで。キャスティングマダイの魅力は釣れるよね。まずとにかくその釣れるっていうのとサイズがでかいで、割とその簡単な場所、その流れがそんなにないようなところで初心者の人も割とやりやすいというか楽しめやすいような場所でたくさん大きいのが釣れるっていうのがみんなハマる要因じゃないかな。タッピエリア、この津軽海峡だ80ってさ釣れるんだよね。意外とマグロもそうだけど夢の海域なんだよね、この海域。まあ俺は基本的にその90をずっと狙ってるから、まあ90なんてもんじゃないと思うよ。いるのはもう1メーター近いのは俺いるんじゃないかなとは思ってるけどね、80アベレージ当たれるっていうんだったら90絶対いるよねって話だし、メーターだって夢じゃないよね。もう夢しかないだろう。それを X9 は叶えてくれるかもしれない。キャスティングマダイってもの限定してるわけではないんだけど、乗っ込んで浅いところにこう大きい群れがやってくる。でその時ってイワシとかを食ってるわけだよね。でまあ距離が短いっていうのもあってバーチカルでやるよりは横引きに対して反応しやすい、横のフォールに対して反応しやすいっていうのがあるので、浅すぎるのに通常のカブラで重めのやつで釣ったって20メーター30メーターすぐついちゃう。それよりだったらもうそれでなかなかかかりにくいよねっていうことであればキャスティングでそれでどんどんこう軽くなっていったわけだよね。キャスティングだから、まあ、通常だとそれでも30とか40とか使うけど、釣れない時は本当に20とかなんだったら10台をゆっくり食いようと。でこういうスローじゃないと食わない、スローなフォールじゃないと食わない時もある。だからみんなこうキャスティングをするようになっていく。ポイントの話になっちゃうけど必ずその浅いところに毎日いるわけでもない。やっぱり動いてるから毎日。深いところにいる時だとなかなかそのキャスティングつったって、難しいからちょっと重めのちょっと軸、今回特にやったような、まあ、60g とかそのぐらいの重めの軸で落としてやる場合もある。でもまあ言ってるのはおおよそまあアベレージ的な釣り方というかまあ多い釣り方として浅いところでちょっと横引きをするというイメージがキャスティングマダイっていう名前がついたあれなのかなっていうふうに思う、とりあえず今日も姫ポン60からタイブレイクスピニング、まあ台湾の3000番クラスであればだいたい何でも、まあ前後であればね糸がある程度まあ200ぐらい入れれれば1号200ぐらい入れるような、まあ08でもいいんだけどね、そんなにここはもう流れがあるわけじゃないから、1号にリーダーが16だったから、いやもう全然短いですよ。キャスティングすることも考えて1疲労あるかないかぐらいな感じです、多いのは08から15、ぐらいが一番1号ぐらいが一番多いんじゃないかな。まあキャスティングするっていうのと、あとはその横で沈みを
早くさせたいっていうか、その抵抗なく沈めていきたいっていう、軸が先行してラインがこう残るようだとなかなかねあれになっちゃうから、一緒にこうできれば軽いものをキャスティングして早く沈めたいっていうところもあるからじゃないかな。まあちょっとこうスパイダーヒッチの変形というか、あまり強くないやつにしてます。強くないっていうか割と弱めのノットにしてます。まあ昔よくあったんだけどね、まあここはでもそれほど激流マダイに比べればそこまで切れないけど、万が一根がかりした時に、まあ、激流マダイのところは万が一どころじゃなくてもう何十回も根がかりするから、そうなんだけど、根がかりした時にその例えばもう朝の1投目で根がかりして摩擦系ノットとかと切れないじゃん。だからどうするともう例えばもう 100m ぐらい高切れしたらもうその日終わっちゃうんだよね。だから根がかり、万が一根がかりしたら絶対にノットから切れるように、だからあえて弱いノットをやっていい。だからノットってさ、人それぞれさ、そのやり方があるんだよ。だから俺今ちょっとスパイダーの変形って言ったけど、スパイダーでも強くしようと思うと強くなるんだよ。だけどいや俺もそうなんだけど、あえてちょっと弱めのスパイダーを作って、だからその人なりのちょっと切ってみたらいいよね。このぐらいで切れるんだっていうのを分かっとかなきゃダメだと思うよ。だからまあ摩擦系のノットだとしても、いや僕はこれで弱いの作れますってのはそれはそれでありだと思う。まあまあそんなアベレージじゃないですか。元気だね。ちょっと今日いまいちなんかこうまあ出た時間も遅かったんですよ。まあ10時ぐらいにちょっと今日は波が高かったんで遅めの出港だった、まあ、朝の試合逃したっていうのもあって、ちょっともう活性がちょっと最初低いのかなっていうところもあって、ちょっとまあこういうちっちゃいブレードをつけてちょっと、アピールさせたらちょっと来ました。連続ヒットっていうか当たりがあるよ。食わないんだけど、こうボディに来たりフックをこうプチプチこう端っこをかじったりとか、そういうなんか当たりが多いんだよね。そういう時はなんか今活性が高いなっていう気は。でかからなくなるとその当たりがもうなくなるもん。でだんだんかかり始めになって潮がこう動いたりしてくると、その当たりがまた戻ってきて、でなんか乗る時間帯がっていう、なんかこう当たりがないじゃん今。だからもうちょっと活性自体は今良くないよね。数は少ないと思います。例年より流れない感じ、潮の流れが弱い感じしますね。最初のうちはやっぱサイズも出たりもしてたんですけど、最近またサイズも、出なくもなってきて、数も少ない感じにしますね。これからどう変わってくるかちょっとわからないんですけど、期待はしていきたいですよね、どうしてもね。ちょっと最近は深めなんで、そのまま落としてもいいし、ちょっとこうやってキャストしてもいいし、もっとフルキャストしても全然それはいいんだけど、その日の状況によってただ落として食うんだったらすごい食いがいいよね。バチカルで食うんだから、それはそれでもいいし、
やっぱり杭が悪いっていうか、そのちょっと軽くキャストした方が、斜めにこう引いてきた方がなんかいいようなその傾向があるよね。早い方がいい日もあれば、もうゆっくりした日もまあいい日もあれば、潮の速さによっては別に巻かなくても上がってくる時はあるからね。その辺はちゃんとこう感じながらやらなきゃダメだよ。このぐらいのスピードじゃなきゃとか思ってたらあんまり釣れないよね。ちゃんとこうなんて言うんだろうな、浮き具合とか流れる抵抗とかを感じて、もう間違いなくそのすごいのは途中にあったら別に着底させないよね。船長が何メーターですってもう最初から言ってきたら、でもまあ基本何もそこまで釣れてる状態でもないし、分からなかったらとりあえずは着底させっかなっていう。着底、最初の方は着底させておかないと、その潮の向きとか、その二枚潮とかになってたりとか、その潮の底潮の抵抗感とか分からないから、最初はまあある程度沈めた方がなんか分かりやすいのかなと思ったりもしますけど。おーさーおーさー、アベレージだね。あまり聞こえない。でもね、この時期のやつってこう最初の引きとこう分かんないんだよね。後でこう引く、最初全然小さいって言っても、後でわーって出していく魚もまあいるんで分かんないよね。お、なんだあれ、白いな、タイかな。これサメだ。サメがモワモワしてた。これがね多いんですよ今年。やばい、糸がまめにチェックしないとね。糸がボロボロにされてるからね。ほら、わかる？見える？暴れてる、めっちゃ暴れてる。おお、やばい、めっちゃ暴れてる。なんだこれ、横にかかってんのかな。横か、なんかおかしいな。おお、ほらなんかかかり方おかしいもんね。いいよ横にかかっちゃって。おお、外れそう。おお、危ない。まあ厳密に言うと別に今の X8 でも十分その性能はいいので、じゃあ別にそれで困ってるかって困ってないんだけど、ただよりその当たりを取りやすくするだとか、この釣りってフルにしても軽くにしてもキャストするわけだよね。そこのそのスムーズなそのラインの放出のその仕方っていうところはすごく重要なのかなというふうには思うけどね。タイってそのベイトにしてもそのスピニングにしてもこうカツカツこう来るわけだよ。しばらく当たりがどんどん多分あれってスカートとかあるやつだったらそのピロピロにこうかじってきたりとか、ジグでやってたらボディにこうカチカチかじってたりとか、当然そのフックも
ぴよぴよしてるフックにもこうやっていってると思うんだよね。だけどタイって乗らないんだよ、刺さる場所がないから。口の中の3分の2は刺さらないじゃん、どこにも。唇に刺さるか缶抜きに刺さるかしかないじゃん。缶抜きって言ったってもう皮のところ内側に引っかかっても刺さんないじゃん、なかなか。だから唇に刺すしかないんだよね、熱い。それがこう締めてる状態で刺すしかないんだけど、要するにガバって加えて走り出すのを待つわけだよ。だから俊敏な合わせが必要かと言われるとそうじゃないんだよね。むしろ遅いわけで合わせは。だけどそれを早く感じれるかどうかっていうところがまず伸びが少ないっていうのと、早く感じれるっていうのはなるわけだよね。相手がこう反転して初めてこう合わせを入れるんだけど、意外とこうなんていうのかな、ラインってこうカツ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 食い上がってくる時ってこう単純にガツンっていってくれたら楽なんだけど、そうじゃない時があるんだよ。糸が老ける、こうカツ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 って言ってんだけど、振って合わせると糸がこう老けちゃう時があるんだよね。魚がこうちょっとこう横に走ったりして、でそういう時はもう限りなくこう速いテンションをかけなければならないっていう時っていうのは多分正直追いつかないんだよね、その合わせが。だけど伸びが少ないかどうかっていうのは魚が横に走った時点でウォータープレッシャーがかかってるんだよね。ここにも合わせ以前に差があると思うんで、魚はもう自分でこうウォータープレッシャーでこうラインに抵抗というか伸びがあるかないかっていうので、ほんの1ミリ2ミリの違いで唇に刺さるか刺さらないかっていう違いがあると思う。合わせて老けて乗らなくて急いで巻くんだけど、その手前にもうラインってこうなっちゃってると思うんだよ。こうなっちゃってると、こうカツカツカツってふんってこの辺で 98% ぐらい糸が張ってんのに、ふんってこう食ってこういくことによってこっちで合わせたらここにもうあれができちゃってるんだよね、その隙間が。でこうやって合わせてるのに合わないんだよね。合わないんだけど、このウォータープレッシャーで水の抵抗、ラインの水の抵抗でもうかかっちゃってると思う。この1ミリ2ミリが大切な時は。乗らないやつはもう乗らないんだよ、どうやったって。乗らないっつってっていうことになるじゃん。ここの何%かを拾えると思う。ちょっと今深いんでフルキャストってちょっとなかなか60だとしないんだけど、まあでもすごく抜け感はいいよね。すごくいいと思う。スピニングだと正直分かりづらいよね、その差は。でもベイトだと少しでも伸びないっていうその感度っていうのははっきり分かる。だからその辺はあるよね。ただスピニングだと割とバーチカルだったらまだ分かるかもしれないけど、キャストしてだとやはりどうしてもラインにどうしてもこうフケが出ちゃうから、なかなか分かりづらい。けども分かりづらいからこそそこでの当たりっていうのは着底は分かりづらいかもしれないけど、当たりはより伸びがない方が絶対に分かりやすいよね。そういう違いですよ。いやでっかいやつの方がなんか単体でいるイメージがあるけどね。何も反応ない時にポツッと釣れるやつがなんかでかいイメージが、必ずしもそうじゃないと思うけど、いうようにね、アベレージが80とかっていう時まであるわけだから、そういうのは群れでいるだろうしね。だからそういうのはあるんだろうけど来た珍しく来た。これはタイじゃない。
お、なんだこれ、プル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 。お、トイコンだ。ちっちゃいタイかも。おおおおおお。まあだね。うん、そうだね。そこからちょっと本当にそこ近くだね。行っても5メーターとか。これはモンモンだろう、モンモン。モンモン。お。お、トイだ。でっけえ。ほら。油つのだい、やっぱり。来た。なんだ、ほら。変なとこにかかってたんだよ。頭に。ほら。うねりっていうか、天気の影響もあって、その朝のゴールデンタイムをまず外して10時ぐらい出たので、いまいちだよね。なんか状況的にはなんかこうとは言っても朝のこうゴールデンタイムがあったりするんだけど、そこが出てないから分かんないけど、状況的にはいまいちで、なんかバタバタ来る時間帯とかそんななくて、その魚探も見ててそんななんか激しい状況もないんだけど、ないなりにこうやってやってるとパタパタってこうなんていうかな、たまにポツッと釣れてっていうのがあって、結果釣れたよねっていう状況ではあるだけどね。渋かったよね、全体的には。当たりが取りやすいのはもう間違いないけども、当たりが取りやすい。でもトラブルは一回もなく、キャストもそんなにでも今日フルキャストっていう感じではなかったけど、ちょっと深いところだったんですね。一度もなくて、タイはね、よりダイレクト感っていうのは大事だから、それを感じれるか感じれない、合わせが早くできるかどうかじゃなくて、その魚が追ってるのが感じられるかどうかっていうのは意外と勝負の分かれ目だから、その辺をこう大事に釣りをすれば明らかに釣果に差は出るかなっていうのはもう間違いないよね。タイはね、幅広いからね、それが起きやすいんだよね。後ついてきたり、横こうじゃれてきたり U ターンしたりっていうアクションで、やはり対抗がある魚ほどなんかこうルアーは感知しやすくなるからね。そういうのもやっぱり感度が良くないと感じられないよね。糸がそういう中でじゃなくて、糸が一番大事なんだよ。ロッドよりもリールよりも何よりも感度っていう面においては、にわかには人気が出てるからね、もう。すごい数の船が出てて、毎日これだけ釣ってもそれでも釣れるんだからね。相当ポテンシャルが高い。ポテンシャルが高い理由っていうのは、津軽海峡の速い流れと日本国領海内でも有数の
大きさの湾がくっついてるわけ、陸奥湾って。稚魚がそこで育てる回遊魚もマダイなんかもだから守られてるわけだよね、そこで。こんななんか絶好調の場所はないよね他に。だからもうどんだけ釣ってもいるし、マダイだマグロだってね、ブリだってなんだってもういくら底物だってこんだけ釣ってもまだ全然いなくなる気配もないっていう。みんなで、なんかマグロもねいろいろ、いやもうマグロもちゃんとルールを守った中でやってはほしいけれども、そういういろいろこう規制とかね、その枠がある中で同じフィールドでこれだけまた盛り上がれる釣りがあるっていうことで、ぜひねみんなでやりましょうよ。最高。